遠ざかる都と知れば旅衣、人よの宿も立ち受かりけり。はいどうも皆さんこんにちは。今回は後部合体と和宮効果についてお話ししていきます。幕末の話を聞いていると後部合体という言葉を耳にすると思います。今回の動画では後部合体とは何なのかということを確認し、その政策の一つである和宮効果について見ていきます。それではまずこれまでの振り返りから始めていきましょう。黒船来航以来、日本の危機に直面した江戸幕府は困難な状況を乗り切ろうとしていました。そのような中で登場したのが井伊直弼という人物だったのですが、井伊直弼は周囲の反対を押し切って政治を強硬に進めたので、いろいろな人から恨みを買ってしまいます。こうして恨まれた井伊直弼は桜田門外の変で暗殺され、幕府の権威は失墜してしまったのでした。さて、前回の動画では混乱を避けるためにあえて説明を省いていたことがあります。なのでここでその情報を補足しておきます。将軍徳川家定が死んでしまっていたのです。家定はもともと体が弱かったので、その跡継ぎをめぐった問題、いわゆる将軍軽視問題が起きていました。将軍軽視問題については前々回の動画でお話ししましたね。一橋慶喜を推す一橋派と徳川慶富を推す南紀派で後継者争いが行われたという話です。結局跡継ぎは徳川慶富に決まったので、家定が死んだとなると慶富がその後を継ぎます。こうして将軍となったのが徳川慶富。この時名前を改めて徳川家茂と名乗るようになります。さて話を戻しましょう。桜田門外の変で井伊直弼が暗殺されたところでしたね。井伊直弼が殺された後、その後を継いだのは安藤信正という人物でした。この安藤信正は幕府の権威回復に努めていきます。というのも、大老井伊直弼が桜田門外で暗殺されたという出来事は現代に例えると、総理大臣が国会議事堂前で暗殺されたという出来事のようなものです。そんな出来事が起きていたのですから、幕府の面目は丸つぶれ、権威が失墜していました。だから安藤信正は失墜した権威を回復しようとしたのです。こうして幕府が権威回復のために考えたのが後部合体でした。さて、ここで出てきた後部合体という言葉ですが、これ以降の動画でもたくさん出てきます。なのでこのタイミングで意味を確認しておきます。後部合体の後というのは公家のことで、部というのは武士のことです。つまり公家と武士で手を取り合ってこの難局を乗り越えていこうという考え方です。この後部合体を唱えたのは、権威が落ちた幕府だけでなく、力をつけてきた雄藩、特に長州藩も後部合体を唱えていました。長州藩というのは現在の山口県あたりを本拠地としていた藩です。この時の藩主は毛利義親。毛利という名前からわかる人もいると思いますが、先祖は戦国時代に中国地方を席巻した毛利元就です。つまり長州藩は外様大名の中でも武家の名門であり、そんな名門の藩も後部合体を唱えていたのです。後部合体で向いている方向が同じになった幕府と長州藩はこれ以降協力していきます。この頃の後部合体運動で大きく活躍した人物が長州の永井歌という人物でした。永井歌の考えはこのようなものです。すでに外国と条約を結んでしまったからには破棄できない。この状況を打開するためには朝廷から幕府に開国を命令したらよい。そうすれば朝廷の命令に幕府が従うという名分が保たれて、国内は一つにまとまるだろう。朝廷と幕府が協力して日本を一つにし、逆に条約を利用して交易を行い日本を強くすればいい。そうやって日本を強くして外国を圧倒し、列強を日本に従えてしまえばいいのだという考えでした。要するに最終的には上位の考えがあるのですが、今はその時ではない。まずは力を蓄えるべきだという考えですね。この永井歌の思想を公開延暦策と言います。毛利義親は永井歌の唱えた公開延暦策を藩の方針として採用。永井を上京させて朝廷の同意を得ます。続いて永井は江戸へと向かい、幕府の同意を得るのです。こうして長州藩の仲介により後部合体が進められていきます。
この公武合体の流れの中で実行されたのが和宮効果でした。和宮というのは孝明天皇の妹です。この和宮と将軍徳川家茂を結婚させる計画のことを和宮効果と言います。これが実現すれば将軍は天皇の義兄弟となりますので、両者が結婚することは朝廷と幕府が手を取り合ったことの象徴となるのです。しかしこれには問題がありました。和宮はこの時すでに有栖川宮垂仁親王と婚約していたのです。なので和宮は効果に乗り気ではありませんでした。最初は孝明天皇も効果を断っていましたが、最終的に幕府に対して鎖国に戻すなら許可すると返事をしたのです。これに対して幕府が10年以内には必ず鎖国に戻すと約束したことにより、和宮効果が実現します。こうして天皇の妹和宮は婚約を破棄させられて江戸へと向かい、将軍家茂と結婚するのです。しかし和宮効果は過激派たちを刺激しました。これは政略結婚だ、天皇の妹を政治的に利用するとは何事か、そう考えたのです。これによって過激派は和宮効果を進めた老中である安藤信正暗殺計画を立てていきます。こうして起きたのが坂下門外の変です。この日は諸大名が江戸城に上り、将軍に謁見する日でした。もちろん安藤信正も江戸城へと向かいます。なので過激派の浪士6名はこの日を狙ったのです。この日安藤信正は8時になった太鼓を合図に行列を整えて藩邸を出発します。そこに現れたのが籠曽の浪人。その瞬間、懐からピストルを取り出した男はカゴめがけて発砲。これを合図に左右から5人の者が切りかかります。あわや桜田門外の変の二の舞かと思われましたが、今度はそうはいきませんでした。安藤信正は背中に軽く傷を負いましたが、過激派の一味6人は全員その場で討ち取られます。しかし背中の傷は武士の恥、身体的にはかすり傷でも政治的には致命傷です。結局この事件をきっかけに安藤信正は老中を辞職。それに伴って幕府の権威もさらに失墜してしまうのでした。さていかがだったでしょうか。桜田門外の変と坂下門外の変、この2つの政変によって幕府の権威は完全に失墜。長州藩と幕府の公武合体運動はここで身動きが取れなくなってしまうのです。こうして政治の世界に乗り出してきたのが薩摩藩でした。薩摩藩の島津久光は兵を率いて京都へと出発。朝廷の力を借りて幕府に改革を迫っていきます。ということで次の動画では島津久光と寺田屋事件についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。